小野さん小野さんどうしよう。心肺停止してる。今日は動ける当直が私しかいないのに。このままだと手術しないと助からないのに、私じゃ無理。あと10分でこの子はもう、どうしたら、一体どうしたらいいの？ここはとある総合病院。深夜、容体急変の知らせを受けて駆けつけた当直の宮原先生と心肺停止状態の患者。すでに息をしていない患者を前になすすべがなく、宮原先生はパニックになっている。そこへたまたま居合わせた清掃員の俺。迷っている暇はない。この瞬間にも命のリミットは刻一刻と迫っている。俺は患者を助けるために意を決して動き出す。そしてこれが俺のこの先を大きく変える出来事になる。俺の名前は星野一樹。2年前からこの総合病院で清掃員として働く43歳、独身だ。清掃員の仕事はシフト制だが、人が少ない夜間清掃をよく担当している。人が出入りする昼間より、人の出入りがほとんどない夜間清掃の方がはかどるので、病院独特の静けさに慣れてしまえば、黙々と作業できる夜間清掃は仕事に集中できていい。俺は以前は違う仕事をしていたのだが、ちょっとしたトラブルが原因で、俺の心が折れてしまった。自分で言うのもなんだけど、俺は精神的に強い方ではなく、むしろストレスなどが原因ですぐに参ってしまうタイプだ。何度も心が強い人間になりたいと思い努力していたのだが、その時は完全に心が折れてしまってどうしようもなくなってしまった。周りからもいろいろ心配され、一度その仕事を離れてはどうか、ということで、ストレスの少なそうな病院の清掃員の仕事を選んだのだった。実際、清掃の仕事はやることが決まっているし、こちらから進んで誰かとコミュニケーションを取るようなこともなく、淡々と仕事をしていればいい。何かに影響されることもないから、俺の精神的にはかなりいい仕事だ。ただ、楽な仕事である分、以前のバリバリ働いていた時のことを思い出して、これで良かったのかなと思うこともある。以前の仕事を辞めたことに、今でも多少未練の気持ちがあることは否定できない。俺の清掃のルーティーンは決まっている。スタートはいつも院長室からだ。この病院の院長はすごく綺麗好きで、だだっ広い院長室は正直清掃に入る必要がないくらいいつも綺麗に保たれている。床は定期的にお掃除ロボットが巡回しているので、俺はせいぜいゴミをまとめるくらいだ。院長は俺が掃除に入るといつも挨拶してくれる。星野さん、お疲れ様。今日もご苦労様です。院長のこうやって出迎えてくれる朗らかな笑顔を見ると、俺はこの仕事を選んでよかったなと思える。今日もよろしく頼むよ。君は掃除の腕も一流だ。いや、そんな無駄に明るい院長の冗談を聞きながら、俺は次の部屋へと移る。院長室を掃除し終えると、その後、病室やナースステーションなどを順番に回っていく。実は、この病院の医者や看護師のうち、以前の仕事の関係で何人かは俺を知っている。俺は気づかれたくなくて、いつもひっそり掃除をしていた。未だに声をかけられていないところを見ると、まだ気づかれていないらしい。ある日のこと、病院に新しい先生が赴任してきた。宮原先生という名前の若い女性医師だ。宮原先生が赴任したタイミングで、それまでいた男性医師が子供の育休に入ったため、人員が不足していた。
そこで宮原先生は、その男性医師の分まで夜間の当直に入るようになり、俺の夜間清掃と被るようになったのだ。まだ赴任したばかりで、いろいろわからない宮原先生から病院内の場所を聞かれたりして話しかけられることが多く、俺にしては珍しく交流が生まれた。星野さん、すみません。西棟の304号室ってどう行けばいいんでしょうか？星野さん、患者さんにテレビカード買いたいって言われたんですけど、一番近い売り場はどこですか？うちの総合病院は広い。慣れないうちは場所を覚えるのが一苦労だ。俺も働き始めた頃、目的地に着くまでに何度も病院内の案内図を見てさまよったものだ。宮原先生も同じようで、常に地図は持ち歩いているらしい。いやー、それが私方向音痴で、地図見てもわからないことの方が多くて、だから星野さんみたいに聞いたらここから右、左って教えてくださるの、すごく助かってます。いつだったか、会うたびに道を聞いてくる宮原先生は、俺に悪いと思ったのか、苦笑しながらそんなことを言っていた。そして彼女は気さくな性格でいろんな先生から頼まれ事をされており、いつも走り回ってバタバタしている。頼まれ事をされても嫌な顔をせず、笑顔で引き受けている明るい頑張り屋さんだ。たまたま通りすがり、宮原先生が他の医師から頼まれ事の書類の束を預かっている場面を見た。結構な量の書類を預かっていて、それ一人で処理されるんですか？大変じゃないですか？と俺が聞くと、宮原先生は笑って答えた。いえいえ、これも勉強ですよ。まだまだ若手で経験不足なんで、人一倍頑張って早く戦力にならないと。赴任したばかりで慣れないせいもあるのか、口癖のように宮原先生は頑張らないとと言っている。頑張り屋の彼女だ。いつか過労で倒れそうな気がする。頑張るのもいいけど、ほどほどにね。ああ、そうですね。ありがとうございます。彼女はほどほどにと俺が声をかけると、いつも少し首をかしげる。向上心が強い彼女にとって、俺のような人間やほどほどに頑張るといった発言は理解しがたいようで、彼女は不思議に感じるんだろう。まあ、もう少し年を取れば、彼女も俺の言っていることがわかるかもしれない。宮原先生が赴任してから、彼女の影響で少なからず病院の雰囲気が明るくなった気がする。明るくて頑張り屋な彼女を見て、それができない自分が情けないなと思うことがあるのも事実だった。宮原先生が赴任して1ヶ月ほど経った頃、ある日の夜勤中、俺が医局の清掃に入ると、宮原先生がデスクで資料とにらめっこをして悩んでいた。お疲れ様です。宮原先生、眉間にすごいシワ寄ってますよ。今度はどうされたんですか？ああ、星野さん、こんばんは。お疲れ様です。ですね。お恥ずかしながら、今受け持ってる患者さんの治療についてミーティングがあったんですけど、他の先生に指摘されたことに答えられなくて、残って勉強してたんです。もしかして、午後の勤務が終わってからずっとですか？はい。先生、明日もお仕事でしょ？もう日付変わりますよ。ほどほどにしないと。ほんとだ。こんな時間。宮原先生は時間が経つのも忘れて没頭していたらしい。時計を見て急に慌て始めた。宮原先生は本当に努力家ですね。いえいえ、そんなことないですよ。私はただ、できないことをできるようになりたいだけですから。宮原先生は恥ずかしそうに言った。
実際、宮原先生を見ていると、挫折を恐れずに挑戦していく姿勢に本当に感心する。うまくいかないことがあっても、俺みたいに縮こまることがない。うまくいかなかったことから学んでいかなきゃいけないんだと、彼女を見ていると思い知らされる。ふと、宮原先生の手元のカルテとノートが目に入った。小野聡子、28歳。原発性アルドステロン症、投薬、組み合わせとメモされている。担当してる患者さんの投薬治療の方針を決めなきゃいけないんですけど、初めて受け持つ病気だから悩んでて。宮原先生は下を向いて少し照れたように言った。副腎の検査は終わってるんですか？ああ、はい。それは終わってます。原因は左右両方の副腎でした。まずは投薬で経過を見ようということになったんですけど、量とか組み合わせをどうしたらいいかなって。それだったら、俺は思わず宮原先生に治療法に関するアドバイスをしていた。っていう方法なら患者さんの負担は幾分か減ると思う。へえ、なるほど。ありがとうございます。すごくわかりやすいです。宮原先生は俺がアドバイスしたことに驚いているのか目を丸くしている。星野さん、なんでそんなに詳しいんですか？今日の医師同士のミーティングの内容より濃かったですよ。驚くのも無理はない。俺は病院で働いているとはいえ、ただの清掃員。そんな清掃員が宮原先生の患者さんが患うありふれた病でもない難病について的確なアドバイスをしたのだから。俺はアドバイスした後で、しまったと思った。いや。宮原先生は俺を凝視している。知り合いにこの病気をした人がいてですね。それで話を聞くうちに詳しくなったというか、かなり苦しい言い訳をしてしまった。そうなんですね。その方も大変ですね。そうなんですよ。最後は笑ってごまかしたが、素直な宮原先生は信じてくれたようだ。俺はほっと胸をなで下ろしたのだった。数日後、宮原先生の夜勤と俺の清掃のシフトが重なった。夜勤の時は院長室は閉まっているので、院長室の前の廊下から清掃を始めた。医局、ナースステーションと清掃を終え、病室周りの清掃に移った。3階の病室の廊下にモップをかけていると、ある病室に宮原先生が入っていくのが見えた。ずいぶん慌てた様子で駆け足で病室に入っていく。ネームプレートには小野聡子と書いていた。先日宮原先生と話題にした原発性アルドステロン症の患者の病室らしい。小野さん聞こえますか？小野さん。宮原先生の患者への呼びかけの声が響く。その呼びかけへの反応はない。やっぱり心停止だわ。病室の入り口から様子を伺っていると、宮原先生がかなり焦っている様子が見えた。俺は思わず声をかけた。宮原先生。宮原先生が振り返る。星野さん。どうしたんですか？俺も患者のベッドのそばへ駆け寄った。ナースステーションにいたらアラートが鳴ったんですが、それが小野さんだったんです。来てみたら心肺停止してるみたいで、寝られるまでは体調は安定してたんですけど、急に容体が悪化した患者を目の前にして、宮原先生はパニックになっている。急性腎障害か。この病気の患者は血流が悪くなっており、心不全を起こす可能性がある。この患者さん、合併症も併発していて、かなり難しい手術が必要になるんです。
勉強はしていたんですが、よりによって他に医師がいないこの時間に急変なんて、やるしかない。でも、私一人でできるかどうか。突然の急変とプレッシャーで、宮原先生はうろたえるばかりだ。その様子を見て、俺はどうするべきかかなり悩んだ。宮原先生を助けるべきか、それとも見守るか。俺ならこの患者を助けることができる。だけど、頭の中で過去のトラウマが鮮明に蘇る。俺にできるのか？俺は葛藤していた。目の前に救える可能性がある患者がいる。でも不安が襲ってくる。また間違えたらどうしよう。短時間の間にいろんな考えが頭の中を駆け巡っていた。とにかく、蘇生を行います。宮原先生が震える声と泣きそうな顔でそう言った。その様子を見て、俺は目が覚めた。宮原先生、俺が手術します。え？突然そんなことを言った俺に、宮原先生は目が点になった。大丈夫です。任せてください。いえ、星野さんは医師でも何でもないので、ここは頼れません。そうだった。俺は今はただの清掃員だ。急にそんなことを言い出して信じてもらえるわけがない。俺は正直に話すことにした。実はこの病院の医者だったんです。長年外科をやってました。嘘？いや、それでも。宮原先生は頭の中が混乱しているようだ。俺は訴え続ける。この症例の患者さんの手術もしたことあります。患者さんの状態もこないだ見た資料で頭に入っています。大丈夫です。信じられませんし、星野さんが過去に医者だったとしても、私では手術を許可できません。患者さんを助けたいと思ってくださるのはわかりますが。宮原先生はなかなか納得してくれない。じゃあ俺、院長に電話します。院長の許可があれば問題ないですよね。そう言って何か言いかけた宮原先生を気にも留めず、遅い時間だったが、俺は院長に電話をかけた。電話はすぐにつながった。俺はスピーカーにして宮原先生にも電話を聞いてもらうことにした。星野さん、こんな時間にどうしたんだ？実は3階の原発性アルドステロン症の患者さんが急変して心肺停止なんです。それは一刻を争うな。院長はそう言うと、少し間を空けてこう言った。それで、君がその電話をしてきてくれたということは、君が執刀してくれるのか？はい、その許可をいただきたくて。俺がそう言うと、院長の声のトーンが高くなった。もちろんだ、星野さん。いや、星野先生に任せる。ようやく君の出番が来たな。頑張れよ。院長は随分嬉しそうに返事をし、電話を切った。そのやりとりを聞いていた宮原先生は、唖然としている。本当に？俺は強くうなずいた。はい。さあ急ぎましょう。かなり危険な状態です。俺はそう言うと、宮原先生にテキパキと指示を出し、蘇生を行った。患者の心臓はすぐに動き始め、呼吸も再開した。ほっと一安心したところで、宮原先生に次の指示を出す。宮原先生、このまま手術に入ります。アシスタント、お願いしますね。はい。俺の蘇生の動きを見て、宮原先生はもう反論することはなかった。俺を見る視線に不安はなく、まっすぐ見据えて、俺を信頼してくれているのがわかる。俺たちは手術室に移動し、
緊急の手術を開始した。大丈夫。俺ならできる。俺は執刀前にもう一度自分に呼びかけた。始めます。宮原先生はじめ、周りのスタッフが俺の開始の合図に力強くうなずいた。その後、数時間に及ぶ緊急手術は成功した。スタッフの中にフル株の看護師がいて、手術後に話しかけてきてくれた。押野先生、久しぶりじゃないですか。相変わらず流れるような綺麗なオペでしたよ。やめてくれよ。こっちはヒヤヒヤしながら執刀してたのに。その辛口の様子を宮原先生もほっとした表情で見ていた。手術が終わって、俺と宮原先生は休憩室でコーヒーを片手に一息ついている。星野先生、ありがとうございました。先生がいなかったら今頃どうなっていたか。いえいえ、結果的に患者さんが助かったからよかったです。それと、私、慌ててしまってたくさん失礼なことを言ってしまって申し訳ありませんでした。宮原先生は深々と俺に頭を下げる。いや、いいんですよ。大丈夫です。頭を上げてください。医者だってこと、一度も先生に言わなかった俺も悪いですし。俺がそう言うと、宮原先生はおずおずと頭を上げて、俺の顔を見た。星野先生、一つ聞いてもいいでしょうか？ええ、何ですか？先生ほどの腕を持っていらっしゃる医師が、どうして医師を辞められたんですか？俺は宮原先生に俺の半生を話すことにした。今は清掃員として働いてますが、先ほどお伝えした通り、俺はもともとは医師でした。俺は、実は名門、ケンブリッジ大学の医学部卒で、大学卒業後、数年間は向こうで経験を積み、日本に戻ってきた。向こうでは常に最先端の技術を取り入れた医療を学び実践してきた。だから、自分の腕にもそれなりの自信を持てるようになっていた。日本に戻ることを決意したのは、やはり日本人として日本人を助けるために働きたいと思ったからだ。日本に戻ってきて勤め始めた病院がここでした。日本に戻ることを決めたとき、院長からこの病院で働いてほしいという話をもらったのだ。それからだから、院長とはもう15年くらいの付き合いになる。働き始めた頃から本当によくしてもらっている。今回の件も含め、院長には感謝しかない。俺、働き始めた当初は結構話題にもなったんですよ。最先端の技術を持った医者がやってきたって。実際に難しい手術もたくさんこなしてきて、やれるという自信もあった。一部では天才だなんて取り沙汰されて、連日俺に見てほしいっていう患者さんが絶えませんでした。ああ、それちょっと聞いたことあります。何年か前まですごい先生がいて、毎日窓口に新規患者が押し寄せて大変だったって。そう、それは俺のことだと思います。日本で5本の指に入る医者だって週刊誌が書いちゃって、俺も当時大変でした。マスコミの過大評価によって、俺は時の人となり、病院には新患が押し寄せた。俺の診察は、一番多い時には1年待ちにまでなり、手術と残業の毎日だった。ある日のことだった。新患でやってきた患者が、たまたま重い症状を患っていた。正直なところ、誰が手術をしても助かる見込みの方が少なかった。それでも、その患者は俺に手術をしてほしい、なんとか治療してくれないかとやってきたのだった。俺は当時、手術の腕には自信があったから、
周りの人たちが無謀だ、緩和ケアに持っていく方が無難だと助言してくれたのも聞かず、手術を行った。結果的に手術の際に新たな病変が見つかり、手の施しようがないということで、部分的な切除のみを行うことしかできなかった。俺の腕をもってしても、その患者を助けることはできなかったのだ。俺はそのことに責任を感じた。患者を助けられなかったことがものすごくショックだった。他の先生たちはどうしようもなかった。むしろ手術をしたことで少し生きながらえることができたと言ってくれたが、遺族からは結果が分かっていたなら手術なんてせずに穏やかな最後を過ごしてもらいたかったなどと散々非難された。俺、もともと精神的にそんなに強くないから、この出来事で心が折れてしまったんです。精神的に弱いくせに責任感は強くて、この件以降、全然仕事が手につかなくなってしまいました。それからはもう医者を辞めたいとしか思えなくなったんです。宮原先生は黙って俺の話を聞いてくれている。ストレスのせいで体調も崩してしまって20キロくらい痩せました。今結構細いですけど、昔はラグビーやってたんで、白衣の肩がきついくらいがっしりしてたんですよ。俺は苦笑しながら言う。それは信じられないです。星野先生、すごくスマートだから、そんなの想像できない。でしょ？だから多分、俺が清掃員として働いてても、みんな気づかなかったんじゃないかなと思います。それは納得。そして、俺を引っ張ってきてくれた院長は、俺をどうにか引き止めようと、はじめは熱心に説得してくれた。でも、俺は堅くなにやめることを主張した。その時の精神状態では、もう患者を見るどころではなかったからだ。院長は、俺の医者を辞めるという意思が揺らぎないことを悟ると、そんな俺に対しても、病院で何かできる仕事はないか考えてくれた。医師を辞めても、病院まで辞めることはない。新たに仕事を探すような大変なことをする必要はないじゃないかと誘ってくれたのだ。そんな院長の思いに俺も折れて、清掃員として働き始めた。それが2年前のことになる。今思うと、院長は俺の技術がこの病院からなくなってしまうのが嫌だったのかなと思います。どうにかつなぎ止めておきたかったのかなって。それは確かに、先生ほどの腕を持つ医者は、そうそう見つかるもんじゃないでしょうしね。経営者だったら、何としてでもいてほしいって思うでしょうね。宮原先生はうんうんとうなずく。実際、今回電話した時の院長の弾むような返事が忘れられない。きっと、こういう機会がいつか来ないかと、辛抱強く待っていたのだろう。そう考えると、院長の目論みは見事に成功したと言える。俺が話し終わると、宮原先生は俺に言った。星野先生はすごいですよ。私はできないことだらけで、毎日挫折することばかりです。せっかく頼ってきてくれた患者さんの期待に添えないことだってしょっちゅうで、今までで1回しかうまくいかなかった経験がないなんて、本当にすごいと思います。そうでしょうか。俺は毎日全力で頑張ってる宮原先生の方が、俺なんかより全然すごいと思います。宮原先生は首を振る。私は全然すごくないですよ。できないことが多いんだから、できるように努力するのは当たり前のことです。そして、宮原先生は俺をまっすぐ見ながら聞いてきた。星野先生、これからどうされるんですか？私、できることなら、星野先生からいろいろ教わりたいです。今回の
初めにいただいたアドバイスは的確だったし、手術は見ているだけで勉強になるし、星野先生、もう一度医者として戻ってこられないですか？宮原先生からそんなことを言われるなんて思っていなかったので、俺は驚いた。そうですね。いろいろ考えてはいるんですけど。そう、考えてはいるが、まだ結論が出ていない。医者としての道を諦めたことに未練がないと言えば嘘になる。でも、もう一度医者に戻ることが怖いと思う気持ちがあるのも事実だ。でも、宮原先生にそう言ってもらえて、素直に嬉しいです。ありがとうございます。俺は今後のことについて明言するのは避けた。もう少し考える時間が欲しかったからだ。でも、宮原先生に褒めてもらえたのは本当に嬉しかった。宮原先生の頑張ってる姿を見ると、俺、本当に心が弱かったなと思うんです。一回の挫折で道を諦めるなんて。俺も宮原先生みたいに挫折をバネにして、これからは頑張りたいと思います。俺がそう言うと、宮原先生は恥ずかしかったのか、顔を赤くして照れていた。翌朝、夜勤の時間帯が終わって片付けをしていると、出勤してきた院長から声をかけられた。星野さん、おはようございます。昨日は手術うまくいったそうだね。看護師たちから聞いたよ。見事な、流れるような手術だったって。院長はとても嬉しそうだ。いや、大げさですよ。ブランクも2年もあったわけですし。でも、あなたは患者の危機を救うために動いてくれた。医者としての仕事をしてくれたことが、私は本当に嬉しいんだよ。院長は俺に向かって本当に嬉しそうな笑顔を見せた。そして真面目な顔になり、改めて俺に言った。星野先生、もう一度医師としてこの病院で働いてはくれないだろうか。あなたの本能はそれを望んでいるはずだ。俺もずっとそれを考えていたんです。俺はどうしたいのかなって。院長の声かけで俺の意思は決まった。俺、もう一度医者として働きたいです。院長、俺をもう一度医者として働かせてください。俺がそう言うと、院長は俺の両手を取って力強く握った。もちろんだ。これからもよろしく頼むよ。そうして俺は再びこの病院で医師として働くこととなった。俺が復帰したことを俺を知る医師や看護師は喜んで温かく歓迎してくれた。医師として働き始めた今、俺はとても充実している。そして、現在は宮原先生の指導に当たりながら医師の仕事に没頭している。2年間のブランクを埋めるべく、俺自身も猛勉強中だ。医師を離れていた2年の間は、期間としては短いようだが、その間に治療法などはぐっと進歩しているものが多い。俺が知っているやり方が古いことだってザラで、うまくいかないこともあるし、同僚の医師たちに確認しながら仕事に当たる毎日だ。うまくいかないこともあるが、以前より前を向いて仕事ができていることが本当に嬉しい。宮原先生だけでなく、日々頑張っている職場の仲間たちの姿に励まされながら、俺も頑張ろうと思える。宮原先生とも本音でぶつかり合うことが多く、たまに口論もするが、お互いをしっかり理解し合えているなと感じる。戦友のような仲間ができた感じで、心の距離が縮まりつつあると、俺は勝手に思っている。俺はかつて、一度の挫折で心が折れてしまったけれど、
その挫折も必要なものだったのだと、今回の経験で学んだ気がする。そして、挫折を経験することで、それをどう乗り越えるか考え、うまくいかなかったことから学ぶことが大切なんだと、宮原先生の姿を見て教わった気がする。挫折はもちろんしたくないものだが、俺自身が、また次の世代が、より良い技術を身につけて提供するための糧になると信じ、俺はこれからも常に前を向いて、医師の仕事に邁進していくつもりだ。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。